2026年3月26日、エルサレムでサイレンが鳴り響いたのだ。イスラエル軍がイランからミサイルが発射されたと発表し、防空システムが迎撃態勢に入った。中東がまた燃え上がったのだ。そしてこれは遠い話じゃない。この一発のミサイルが僕たちのガソリン代と電気代に直撃するのだ。イランがまたイスラエルを攻撃したんですか？去年もありましたよね。でも今回は何か違うんですか？ずんだもん先輩、これって本当に私たちの生活に関係あるんでしょうか？関係あるどころじゃないのだ。今日はこの攻撃のなぜを3段階で掘り下げて、最後に日本の家計への具体的な影響を円単位で計算するのだ。今すぐ使える備えも話すから最後まで聞いてほしいのだ。ミドルイーストアイの報道によると、2026年3月26日、イスラエル軍の防空システムがイランから発射されたミサイルに対して迎撃態勢を取ったのだ。サイレンはイスラエル中部、エルサレム、そして占領下のヨルダン川西岸にまで及んだ。軍は防衛システムが脅威を迎撃中と発表した。これが今分かっていることすべてなのだ。ずんだもん先輩、でもなんで今このタイミングなんでしょう？2026年3月って何か特別な事情があるんですか？単なる偶然とは思えないんですけど。鋭いのだ。タイミングには3つの層がある。まず第1層、表面の原因。2026年初頭、アメリカとイランの間でひっそりと進んでいた核交渉が実質的に決裂したのだ。イランは核開発の権利を認めないなら話し合いの余地はないと宣言した。これが導火線に火をつけたのだ。第2層はもっと深い話なのだ。イランは2025年末からロシアとの軍事協力を大幅に強化した。ドローン技術の移転、そして弾道ミサイルの精度改善が急ピッチで進んでいた。同時にイスラエルはガザとレバノンでの作戦を継続し、イランが支援するヒズボラが大きく弱体化した。イランとしてはこのまま黙っていれば地域での影響力を完全に失うという危機感があったのだ。なるほど。でも先輩、それって逆に言えばイランが今しかない手を追い詰められた状況じゃないですか？弱い立場からの攻撃ならこれからさらにエスカレートする可能性も高いってことですよね。その通りなのだ。そして第3層、これが最も構造的で恐ろしい話なのだ。実は双方に紛争を維持する政治的インセンティブがある。イスラエルのネタニヤフ政権は国内で司法改革問題を抱えており、外部の脅威は政権維持に都合がいい面もある。一方イランの最高指導者ハメネイ師は国内の経済苦境から目をそらすため、対外的な強硬姿勢が必要だった。つまり双方に紛争を維持する動機があるのだ。これが最も根深い構造的要因なのだ。次に歴史的文脈を確認しよう。実は2024年4月にもイランはイスラエルに対して大規模な直接攻撃を言っているのだ。あの時は330発以上のドローンと弾道ミサイルを発射したが、99% がイスラエルの防空システムとアメリカ、英国、ヨルダンの支援で撃墜された。あの時は双方がこれ以上は戦争になると一歩引いたのだ。それって先週のベネズエラのマドロ元大統領の件ともつながりませんか？アメリカが世界各地で強硬姿勢をとっているということは、イランにとっても今攻撃されるかもって焦りがあったりするんでしょうか？良い接続なのだ。ストレイツタイムズの報道によれば、ベネズエラのマドロ元大統領が麻薬テロ法違反でアメリカ特殊部隊に拘束され、裁判にかけられている。2026年はアメリカが世界各地で強硬姿勢をとっている年なのだ。イランにとってもアメリカの圧力が増す中で先手を打つ動機があったと分析できるのだ。少し整理するのだ。今の中東情勢を例えるなら、借金まみれのクラスのボスが2人いて、お互いに割烹をつけるために喧嘩をやめられない状況なのだ。本当は2人とも戦争は困るけど、やめたら弱く見られる。これが核の傘を持った国同士の最も危険なパターンなのだ。では今回2026年の攻撃は2024年と何が違うのか。1点目、2024年の時はヨルダンがイランのミサイルを自国領空で迎撃するという異例の協力をしてくれた。しかし2026年、ヨルダンとイスラエルの関係はガザ問題で冷え込んでいる。つまり防空ネットワークに空白が生まれている可能性があるのだ。それって今回の方が2024年より危険ってことですか？防空に穴があるとしたら、もし着弾したら全面戦争になりませんか？正直、聞いてて怖くなってきました。怖いのはわかるのだ。
ただここでメディアの見方の違いも整理しておこう。ミドルイーストアイはアラブ寄りの視点で、イランの攻撃を防衛的応答と位置づける傾向がある。一方イスラエル寄りのメディアは、テロ国家による先制攻撃と報じる。どちらか一方だけを見ると判断が歪む。事実として確認されているのは、ミサイルが発射されサイレンが鳴り、防空システムが動いた、それだけなのだ。ここで最も重要な問いに入るのだ。なぜ中東が燃えると日本に影響するのか。キーワードはホルムズ海峡なのだ。日本が輸入する石油の約 90% は中東からタンカーで運ばれる。そしてそのほぼ全てが幅わずか33キロのホルムズ海峡という細い海峡を通過するのだ。イランはこの海峡の片側を抑えている。ホルムズ海峡を例えるなら、日本の食料全部を運ぶ唯一の橋があって、その橋の脇にイランが機関銃を持って立っているようなものなのだ。この橋が封鎖されると、日本のエネルギー価格は即座に跳ね上がる。2022年のロシアのウクライナ侵攻でも、日本のガソリンは1リットル185円を超えたのだ。中東全面衝突はその日ではないのだ。実はここからが本番なのだ。このイランとイスラエルの衝突が日本の家計に年間でいくらの追加負担になるか具体的に計算してみたのだ。その数字が衝撃的で僕も思わず2度見なしたのだ。この先で全部明かすのだ。ここまでの流れを整理するのだ。イランが2026年3月26日にイスラエルへミサイルを発射した背景には核交渉の決裂、イランの地域影響力低下、そして双方の国内政治事情という三重の構造がある。そして日本への影響を理解する鍵はホルムズ海峡の 90% 依存にある。この続きを話していこうのだ。では具体的な数字で話すのだ。原油価格への影響から始めよう。現在1バレル78ドル前後で推移している原油だが、中東紛争が本格化すると過去のデータでは20、30% の急騰が起きている。仮に 20% 上がって94ドルになると、日本のガソリン価格は1リットルあたり約18円上昇するのだ。月に50リットル給油する人なら月900円、年間1万800円の出費増なのだ。1万800円って地方に住んでるにはもっと大変ですよね。車社会だから毎月の給油量が都市部の人より全然多いはずです。2万円以上増える家庭も出てきそうで、それって結構シャレにならない金額ですよね。その通りなのだ。車社会の地方では月100リットル以上使う家庭も珍しくない。その場合は年間2万1600円増になる。さらに電気代への影響も計算するのだ。日本の電力の約 9% は LNG、液化天然ガスに依存している。中東からの LNG 価格が 20% 上昇すると、モデル世帯の電気代は月に約320円、年間3840円の上昇になるのだ。そして円安への連鎖も忘れてはいけないのだ。地政学リスクが高まると、投資家はリスク回避のためにドルを買う。円は売られやすくなる。現在155円台の円ドルが160円を超えると、輸入食料品のコストが跳ね上がる。輸入小麦を使ったパンは1斤あたり約20、30円の値上がりが見込まれる。チーズや食用油なども並みにを 10% の上昇圧力がかかるのだ。合計してみるのだ。ガソリン年間1万800円増、電気代3840円増、食料品の物価上昇を保守的に見積もって年間8000円増、合計で年間約2万2640円の家計負担増になるのだ。月換算で約1890円。コーヒー専門店のラテ1杯分が毎月消えていく計算なのだ。これが中東の一発のミサイルが日本の普通の家庭に与える数字なのだ。ずんだもん先輩。私はちょっと思うんですけど、日本政府はこの地政学リスクに対して何か備えをしているんでしょうか？毎回中東が揺れるたびに家計が直撃されるって、エネルギー政策の根本的な問題じゃないですか？原発再稼働や再生可能エネルギーの議論が一向に進まないまま、同じことを繰り返しているような気がして、正直モヤモヤするんですが。それ、僕も正直歯がゆいのだ。日本は2011年の原発事故以来、エネルギー安全保障の脆弱性を抱えたまま10年以上が過ぎた。再生可能エネルギーの比率は2025年で約 23% まで来たが、中東依存からの脱却には程遠い。今の政策が続く限り、中東で何かあるたびに日本の家計は揺さぶられる。これが僕の率直な見立てなのだ。最初に言ったのだ。
エルサレムのサイレンが僕たちのガソリン代と電気代に直撃すると、今は具体的な数字で見えただろうのだ。年間22,640円。これは今日のニュースの話ではない。次回中東が燃えるたびに繰り返される話なのだ。だから今必要なのは、目先のニュースに驚くことではなく、この構造を理解した上で備えることなのだ。では最後に、これからの2つのシナリオを提示するのだ。シナリオ A。イスラエルが報復攻撃を行い紛争がエスカレートする場合、ホルムズ海峡の通行が部分的に制限され、原油価格は1バレル100ドルを超える可能性がある。日本への年間追加負担は試算の2倍、約4万5千円規模になる。これは月4千円近くが消える水準なのだ。シナリオ B。外交介入で停戦が成立する場合、2024年のパターンを見ると、アメリカが仲介に入り双方が一歩引く可能性は残っている。この場合、原油価格の上昇は一時的に止まり、3ヶ月後には落ち着く。ただし根本問題は解決しないため、タイムリミットは長くて半年。また次の火種が生まれる可能性が高いのだ。どちらのシナリオを信じるかより、どちらに備えるかが重要なのだ。先輩、今後3ヶ月でどちらのシナリオになりそうだと思いますか？ずんだもん先輩の個人的な予測を聞かせてほしいです。僕の見立てを言おうのだ。確率的にはシナリオ B に傾くと思っている。アメリカは2026年の中間選挙を控えており、中東での全面戦争は政治的リスクが高すぎる。ただし僕がもっと心配しているのは短期的な停戦ではなくて、日本がこの30年間、中東依存というギャンブルを続けてきたことなのだ。今すぐできる備えは、固定金利への見直し、光熱費の節約、そしてエネルギー関連株への少額分散投資の検討なのだ。これが正直なところなのだ。最後に聞いてほしいのだ。今回の中東危機を受けて、みんなはシナリオ A、エスカレートとシナリオ B、停戦のどちらだと思う？コメントで教えてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせをするのだ。今日の動画はここまでなのだ。イランとイスラエルの衝突の見え構造、ホルムズ海峡リスク、そして年間22,640円の家計負担増という数字、しっかり頭に入れてほしいのだ。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくなのだ。次回は同じく2026年の大問題、アメリカの空港で起きている歴史上最長の待ち時間騒動を深掘りするのだ。政府機関の資金停止が引き起こす連鎖崩壊、これも日本に無関係じゃないのだ。お楽しみに。